今日は生姜焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生姜焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、定番おかずレシピ生姜焼きを作っていきます。今回の生姜焼きの作り方はお肉を柔らかく仕上げるコツなどをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の下味とその他の具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚ロース、玉ねぎ、生姜、マヨネーズ、お酒、薄力粉、こちらの材料を使っていきます。まず豚肉ですね。今回は豚ロースを使っていきます。厚みがこのぐらいの豚ロースを使っていきます。こちらは目安にしてみてください。全部でだいたい今 300g になります。そしてですね、こちらのお肉をマヨネーズ、おろし生姜、お酒、こちらの3つで漬け込んでいきます。そうすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。お酒に関しましては塩分の入っていない清酒を使っていきます。それでは続いて味付けの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お砂糖、生姜、みりん、お酒、おろしにんにく、ごま油、こちらの材料で作っていきます。まずメインとなる生姜ですね。こちらは下味にも使うんですが、この味付けにも使っていきます。この生姜は生のものを使用してください。そしてもう一つ味付けのポイントはおろしにんにくです。このおろしにんにくをほんの少し入れていただくと味わいにパンチが出て美味しい仕上がりになります。もし苦手な場合は抜いていただいても大丈夫です。そしてごま油ですね。こちらは焼く時に使っていきます。ただですね、お肉をマヨネーズで漬けるのでほんのちょっとで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずですね、こちら豚肉の筋切りをしていきます。そうするとね、焼いた時にお肉が丸まりにくくなります。ここに出していただいて、この脂身とお肉のちょうど分かれ目のところですね、ここら辺の筋を切っていきます。はい、こんな感じです。このように筋切りしてください。こちらはね、ざっくりで大丈夫です。そこまでね、分厚いお肉ではないので、だいたいやっていただければ OK です。ではね、残りも同じように筋切りしていきます。はい、OK です。このように筋切りしてください。それでは続いて、下味に使う生姜をすりおろしていきます。こちらの生姜なんですが、味付けにも使っていきます。ただですね、今生姜をね、すりおろしてしまうと、生姜の風味がね、薄まってしまいますので、味付けに使う生姜は使う直前にすりおろしていきます。なので、まずね、こちらのだいたい1/3分の1ぐらいですね、すりおろしていきます。すりおろすときはね、皮ごとすりおろしてみてください。そうするとしっかり香りが立って美味しく仕上がります。はい、このぐらいかな。このぐらいすりおろしてください。そうしましたらね、下味に使う漬けだれのようなものを作っていきます。まずここにマヨネーズです。このようにマヨネーズを入れてください。そしてまずね、生姜とマヨネーズを合わせます。はい、このように合わせてください。ここにお酒を入れていきます。こちらのお酒なんですが、少しずつ加えてください。一度に入れるとね、マヨネーズがダマになるので、少しずつなじませていきます。はい、OK です。このようになじませてください。それではね、お肉に下味をつけていきます。まずね、こちら、先ほど作ったものを半分ぐらい入れてください。そしてここにお肉を並べていきます。こんな感じで染み込ませながらね、並べていきましょう。はい、で、途中でなくなったらね、また加えます。このようになじませながらお肉を置いていきます。あとは上からもかけましょう。一度全部加えたら反対側にして両面にね、染み込ませてください。はい、OK です。このようにね、全体になじませてください。そしたらこの上にピタッとね、ラップを貼り付けます。しっかりとお肉を漬け込みます。はい、OK です。そうしましたら冷蔵庫の中に入れずにこのまま常温で10分漬け込んでいきます。それでは続いて漬け込んでいる間に玉ねぎを切っていきます。こちらスライスにしていきます。芯
には切り落としましょう。玉ねぎの量に関しましてはお好みで調整していただいて大丈夫です。切ったらね少しパラつかせておきましょう。玉ねぎの準備はこれで OK です。それでは続いて味付けの調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてお砂糖、みりん、お酒、そしておろしにんにく。まずはね生姜以外の調味料を全部合わせます。そしてよく混ぜましょう。これでお砂糖のねシャリッという感じがだいたい8割ぐらいねなくなってれば OK です。こちらの生姜をねまだすりおろさずに置いといてください。はい、10分経ちました。そしたらねラップを剥がします。状態はねほぼほぼ変わってないです。こんな感じの状態です。そしたらですねここに薄力粉を薄くまぶしていきます。ちょっとね重なってるので一旦まな板に取り出したいと思います。もちろんバットの上からやっていただいても大丈夫なんですが、重なる場合はねまな板の上に出していただくといいかなと思います。では最初にまずねまな板に薄力粉をまぶします。薄力粉をね少しまぶしていただくことでお肉のね肉汁を閉じ込めることができます。さらにタレにも少しとろみがついてきます。そしてお肉を並べましょう。はい、ちょっとギリギリですがこんな感じに置いてください。そしたらこの上にまたね薄力粉をまぶしていきます。大体でねこれは OK です。はい、お肉はこのように下準備してください。それではお肉を焼いていきます。まずフライパンにごま油です。ちょっとで大丈夫です。そして火にかけます。火にかけたらもうねすぐお肉を入れちゃって OK です。火加減弱めの中火ぐらいです。これでごま油をちょっと絡めながらお肉を並べていきます。やけどしないようにね注意してください。はい、ちょっとかなりキツキツなんですがこんな感じでお肉を広げて焼いてください。お肉並べたら火加減弱めの中火からほんの少し強くしてください。そしてねまずお肉を焼いていきます。できるだけねお肉は重ならないように焼いてみてください。はい、でね薄いお肉なので結構すぐ焼けると思います。だいたいね半分ぐらい焼けてきたらもう裏返してください。はい、で裏返して片面も焼いていきます。筋切りしたのでねあんまりお肉がこう縮こまらずね綺麗に焼けてますね。お肉に9割ほど火が通ったら火を止めます。そしたらねこちらのお肉は一旦取り出してください。焼きすぎるとお肉がちょっと硬くなってくるので9割ほど焼いたら取り出します。はい、でこちらはバットに置いといてください。この状態で玉ねぎを続いて炒めていきます。よいしょ。玉ねぎにね豚肉の旨味を吸わせていきましょう。そしたら火にかけます。火加減中火で炒めます。はい、玉ねぎにね火が通りました。だいたい8割ほど火を通してください。そうしましたらまた火を止めてください。ではね最後仕上げていきます。まずこちら先ほど取り出したお肉を戻し入れます。はい、肉汁も入れましょう。そしたら続いてこちらに合わせておいた調味料を回しかけてください。まだ火は止めてる状態です。そしたらですねこのタイミングで直接生姜をおろしていきます。そうすることでよりね生姜の香りを残すことができます。こちらも皮ごと吸っていきましょう。火を止めてる状態なので焦らず行ってください。はい、このようにね生姜を入れます。生姜が全部入ったら火にかけましょう。火加減中火ぐらいです。全体を混ぜながら煮絡めていきます。まだねこのタレがね水っぽい状態なのでこちらにねちょっととろみがつくぐらいですね。そこまでね加熱してみてください。その間はこんな感じで混ぜながらね加熱していきましょう。はい、 OK です。今ねだいたい2分ほど加熱しました。こんな感じで仕上がってます。あんまりねここでお肉をまた加熱しすぎてしまうと硬くなってしまいますので加熱のしすぎには注意してください。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで豚の生姜焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお肉はとても柔らかジューシーに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉が柔らかくてすごく美味しいです。そして生姜の香りも抜群に効いてます。美味しい。これはご飯が進みますね。
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の生姜焼きのポイントです。まずお肉なんですが、薄切りよりも少し厚めの豚ロースを使ってます。お肉に関しましてはお好みのものを使って作ってみてください。そして生姜についてのポイントです。今回生姜焼きということで、生姜は生の生姜を使うようにしてください。そうすることで生姜の香りが引き立ってとても美味しい仕上がりになります。そしてこちらの生姜なんですが、あらかじめすりおろしてしまうと香りが飛んでしまいますので、使う直前にすりおろすようにしてください。そしてお肉なんですが、今回は筋切りしてます。筋切りしていただくとお肉が焼いた時に縮んでしまうのを防ぐことができます。こちらはマストではないので、もしね時間がある時はやってみてください。そして今回はマヨネーズ、生姜、お酒、こちらの3つで漬け込みました。そうすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。漬け込み時間はたった10分で大丈夫なので、ぜひ漬け込んでから焼いてみてください。そしてその後ですね、お肉を焼くんですが、お肉はだいたい最初に9割ほど焼いてください。そしたら一旦取り出して、そしてその後玉ねぎを炒めてください。お肉をずっと入れておくとお肉が硬くなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして玉ねぎに火が通ったら合わせた調味料、そしてお肉、あとは生姜をすりおろしてください。そしてその後火にかけて調味料がお肉に絡むぐらいですね、そのぐらいまで加熱してください。この時ね、加熱しすぎてしまうとお肉が硬くなってしまいますので、加熱のしすぎには注意していただけたらと思います。今回の分量でいくとロースのお肉8枚分なので、だいたい3人前から4人前くらいあるかなと思います。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生姜焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。